大輝です。今日なんですけども、いつもとちょっと系統を変えて、ガキでもわかるように、日本のニュースとか、世界のニュースを取り扱っていこうかなということで。要は時事ネタですね。なんでこういうのをするかっていうと、やっぱ大輝チャンネル普段はエンタメとかふざけたりとかギャンブル系とか、子供から大人まで楽しめる、調子乗ってる系の動画が多いじゃないですか。ウェーイウェーイウェーみたいな。はい。で、やっぱ大人も見てるけど、子供も多く見てくれてると。せっかく俺のチャンネルを好きで見てくれてるんやったら、面白く勉強もできたなって。やっぱそのニュース見るとか勉強するとかだるいじゃないですか。まあ正直だるい。めっちゃ嫌いなんですよ。ニュースを見たり勉強したりなんか文字書いたりとか死ぬほど嫌いなんですよ。でも俺こうみんなが大好きでいてくれてる大輝のおかげで楽しく学べたりとか、今の日本ってどんな感じなんやとか、どういう問題があるのかっていうのを知識として楽しく入れてたら良くないですか？めちゃめちゃいいね。さっき言っときますね。家族で見ててめっちゃ気まずくなるようなニュースは一切取り扱わないです。お母さんの顔見れなくなったりとか、子供の顔ちょっと気まずくて見れなくなるようなニュースは一切取り扱わないので、そこは安心してください。俺なりに今の日本とか世界のニュースを噛み砕いて分かりやすく面白く伝えれたらなと思って動画回してます。好評だったらね、ぜひグッドボタンを押していただければ、あとコメントでもね、感想とか教えていただければなと思います。ここ最近のニュースを何個かピックアップしてやっていきますか。まず1個目。太陽フレアが2025年に発生の可能性。はい、意味わからないですね。普通の子供とか俺レベルの知能の大人やったらまずここで動画を削除します。ただこの太陽フレアが2025年に発生の可能性を俺が分かりやすく面白く解説したらみんなが勉強にもなるし、太陽フレアが発生することによってそんなことが起こるんだっていうの今の子供たちが知っとったら日本の未来心強くないですか？めっちゃ強いよ。そういうことなんですよ。ということで、詳しい概要を一旦大人向けに説明します。その後に子供でも分かるように説明していきます。NASA や国立天文台の報告によると、2025年中に太陽で太陽フレアという大爆発が起こる可能性が高まっているそうです。これが発生すると GPS や通信、電力などに大きな影響を与える可能性があります。過去にはこの影響で飛行機の運航、何言うてんねんお前、わけ分からへんお前。何喋っとんねん。誰がわかんねんお前。俺も読んでてハテナじゃんお前、頭ふざけんなよ。ということでこんなんもう意味ないじゃないですか。こんなんを読み上げるんやったら普通のニュースと変わらんわけですよ。わかりやすく言いますね。太陽がバーンって爆発することによってスマホとかテレビが使えなくなったり、家の電気が止まったりする可能性があるんだって。なるほど。これなんですよ。ガキでもわかる大気ニュースっていうのはこういうことなんですよ。なるほどね。太陽爆発すんの？それやばない？普通に太陽が大爆発することが太陽フレアっていうらしい。邪魔ですね、非常に。ちょっと、はい、ドアップすぎますね。はい。なんかレウから今うんちの匂いしたぞ。うんここか？太陽が爆発することによってこういう携帯の通信とか、テレビとかも言うてあれなんていうの、電波やね。そう、テレビとか受信してますから。そう、受信とかそういうのに問題が起きて使えなくなると。これ大問題っすよね。だって YouTube 見れなくなりますよね。めちゃめちゃ困るよ。テレビ見てる人、今の時代あんまテレビ見る人少ないと思うけど、テレビで俺の YouTube 見てくれてる家庭とかもあるらしいから、無理になりますよね。困るね、さすがに。動画投稿できなくなりますよね。めっちゃ困るんだけど。おい諦めんなよお前。やばいなこれ、さすがに。いやさすがにちょっと困るわ。これマジでエンディングレベルですね。ちょっと太陽頑張ってほしいな。要は冷蔵庫も使えないですからね、皆さん。電気使えないってことは冷蔵庫使えないから、みんなアイス冷凍庫に入れてたらお前めっちゃ溶けんで、アイス。いやほんまや。っていう問題が、電気とか電波が使えないことによってとんでもない大きないろんな問題が出るんで、ちょっと皆さんで太陽を応援しましょう。マネージャー太陽頑張れって言って、太陽頑張れー。何喋ってんのお前一人。お前が言わせたんやろ、ふざけんな。気持ち悪いわお前。次のニュースですね。嵐2026年にラストツアーで活動終了と。これは分かりやすいですね。はいはい。嵐っていう80人組のグループがいるんで。違うやろお前。多すぎるわお前。5人組やろお前。5人組か。嵐っていう5人組の何やったっけ、矢袋淳とか。違うやろお前。相葉淳やろお前。相葉淳って誰やねん。お前嵐の編集者今のは絶対カットしてくださいね。ちょっとマジで流さないでください。相葉雅紀さんと松本潤さんな。お前一番出ていけお前。マジで今のはカットしてください。お前ほんまおじいちゃんみたいな間違いすんなよ。嵐って知ってます皆さん。ほんまに俺が子供の時からすごい活躍されてた代表曲で言うたら、お尻かじり虫。絶対違うやろお前。お尻かじり虫やんけ。世界に一つだけの花。それスマップじゃんお前。
違うグループのお前曲出してくんなよ。ごめん、嵐っていう国民的大スターがいるんですよ。俺ちょっとほんまに分かんないんですけど、曲とかね。その人たちが2026年に最後のツアー、最後に歌って活動を終了することを決めましたと。みんなのお父さんお母さんとかもすごいなんか大好きな人は大好きだと思うんで、ショックな人が多いっていう感じのニュースですね。これめちゃめちゃショックな人多いらしいよ。特にファンクラブ入ってた人、アーティストとかってそういうなんかファンクラブっていうのがあるんやけど、確かになんか月額お金を払ってちょっとなんかいいグッズをもらえたりとかする。そうそう、コンサートの予約をしたりとか、そういうファンクラブみたいなのがあるんやけど、嵐のサイト、ファンクラブのサイトは1年間ぐらい更新がなかったらしいんよ。そもそも活動を停止してたからね。そこのファンクラブに入ってる人おっても何も投稿がなかったんよ。要はお金払ってるのにずっと何も受けれてなかった。そうファンの皆さんは。それで去年の年末に辞めた人がほとんどやったらしいよね。そりゃ抜けるわな、1年間投稿何もないですってなったらさ、そりゃそうやわ。お金払ってる意味ないやんってないよってなるやん。でそしたらちょっと今年の春頃に急にね、活動来年いっぱいで停止しますとか言って、それでもラストにコンサートを開きますって言うんよ。でもそのコンサートは今まで入ってくれたファンサイトの人が優先的に招待したいですみたいなコメントがあったんよね。なるほどな。ちょっとふざけんなよとファンの人はちょっと怒ってるらしいよね。そりゃそうやわ。ずーっと更新なくて入ってる意味ないからファンクラブ抜けたのに、急遽やるってなったコンサートはずっとファンクラブ入っている人たちを優先的に招待しますってことや。そうそれはやっぱ長年ファンクラブ入ってるファンからしたらな、怒るよねこれ。どつき回して住所特定して親芝居だろかっていう話。それやりすぎやけど。やりすぎか。結構怒りますよね。かわいそうよね。それはどういう対処するんかはちょっとわからないけど、どうでもいいんで次のニュースいきますね。永野芽郁と田中圭の不倫疑惑ですね。これもクソガキでも分かりやすいように説明しますと、テレビに出ている有名な女の人と男の人がすっごく仲良しな LINE のやり取りをしてたことがバレちゃってお仕事を辞めることになっちゃいましたと。ポケモンのキャラクター使って説明しますと、俺とキクコが結婚してますと。ババアね。おいババアよ。俺とキクコが結婚してると。で日本って結婚してたら俺は他の女の子とイチャイチャしたらダメなんですよ。そういうルールなんですよ、日本っていうのは。俺とキクコが結婚してるのにもかかわらず俺がポプラとイチャイチャしてしまってたみたいな。アウトですね。アウトやん。それが俺が田中圭でポプラが永野芽郁みたいな感じですよ。だから言うたらこのキクコ怒りますよね。もちろん怒るよ。この奥さん怒りますよね。こっち側の LINE が流出してすごいこう世間が「お前それ不倫って言うんですよ。結婚相手おるのに他の女性とイチャイチャすること不倫って言うんですけど、お前不倫してるやんけこれ!」ってすごい叩かれてると。それによって田中圭と永野芽郁はもうなんか仕事が激減するとか、CM なくなったりとか会社との契約切られたりとかいろいろしてるらしいですね。自業自得ですよね。自業自得やね。相当稼いでると思うよ。永野芽郁とかほんま年間で何ぼ稼いでんやろな。10億とか稼いでんちゃう。そのぐらいいかないと。10億20億分からんけど、ほんまかは知らんけど、その CM の違約金っていうんですかね、絶対あるで。がなんか5億円ぐらいは最低でもあるんじゃないかみたいな。女優さんとかがね CM 出てるじゃないですか、このビール美味しいとか、あれ CM 出てる女優さんってすごいニコニコでこんな感じで出演してるやん。あれ1本5000万とかもらってますからね。1分も満たない CM に出るだけで5000万とかもらえる世界線なんですよ、女優さんとか俳優さんって。その分イメージがいいんですよ。だって例えばビールの CM にこの女優さんが出てたから俺も買ってみようとか皆さんが思うわけじゃないですか、イメージ商売なんですよ。要は不倫って悪いことだからそのイメージをこう下げることになっちゃうじゃないですか、要は永野芽郁さんとかに5000万とか1億とか3億とか払ってた企業さんからしたら、お前ふざけんなと。お前が不倫したせいでお前が宣伝してたからうちの商品の売り上げも下がるやんと。うちにもこう被害来てんねんと。だからお前それ罰金やぞって言ってんのが要は違約金とか。それで5億求められてると。らしいよ。ってことはそれ以上の額は稼いでるんじゃないかとは思うけどね。そりゃそうやそりゃそうや、ほんまにやばいと思うで。テレビでも引っ張りだこで CM にも出てる、ドラマにも出てる、映画にも出てるし、ほんまに、年収20億とかちちょっと想像つかないですよね。想像つかない。あんな可愛らしいほのぼのした雰囲気で何十億稼いでますから芸能人っていうのはね。どうでもいいんで次のニュースいきますか。4つ目、令和の米騒動、米価格が高騰。
少、在庫も減少。まあ何言ってるか分かんないんですけど、要はご飯に使うお米がすっごい高くなってお店からもなくなってきてると。米食べるでしょ、米。食べるね。ハンバーグと一緒に食ったらうまい米ね。それがすっごい高くなって価値が上がりすぎてなかなかないと。要はポケモンカードの絶版ボックスと同じですね。はいはいはい。EV ヒーローズみたいな感じです。全然ないと。もともと5000円ぐらいで売ってたのに今7万円すると。ほんでポケモンカードショップ行ってもなかなかないやん。米が EV ヒーローズ化していってると。はいはい。っていう感じです。まあどうでもいいね、次の話。いやいや、ちょっと待って。でもさ、最近なんかコンビニのおにぎりとかってさ、めっちゃ高なってるんよね。そういうこと。おにぎりってあれ米で作られてるもんな。そう、昔はだってさ、4、5年前からもっと前かな。おにぎり1個100円とかやったんよ。100円だし。100円、120円とか。いや、90円台もあったよ。80円、90円。そうそうそう、塩おむすびとか塩にぎりとかっていうやつ、味は塩だけのみのやつとかね。何喋ってんのお前一人で。お前塩のみで塩のみの飲みのってお前何語喋ってんのお前一人で。日本語じゃんお前。米が高くなるってことはおにぎりもそれは高くなりますよ。そう、今だってほんまに1個200円とかするやろ。おにぎりちゃうやんそれ。違うよ。弁当やん。ほんまにそんなぐらい米ないんやな。やばいな。まあ頑張ってください。はい、米の製造それ分かんないんで、こういうのが現状ですよっていうのをみんな、そう現状やな、ほんまにみんなが分かればいいから。次行きましょう、西東京市の学校で給食停止と。給食停止か。みんな学校とかで給食出てくるでしょ。俺の時代も牛乳と給食とか出てきてましたから、マネージャーだけなんか一人だけ給食食べられへんみたいな感じだった。食べとったわお前。ちゃんと俺も牛乳とパンとかなんか配られとったよ。その給食が停止したらしいで。マジ？要はみんながいつも学校で食べてた給食を作ってくれてた会社がいなくなっちゃって、今はだからその学校の生徒たちはお弁当をお母さんとかに作ってもらって持っていかないとあかんくなってるみたいな。大変やなそれ。なかなかえぐいな。これ親御さんの負担も増えるやろうし、子供も給食楽しみにしてる人とか結構多いと思うし、荷物も増えるし、なかなか大変ですね。でもやっぱあれやね、毎日出てくる給食が当たり前やと思ったらあかんね。俺小学生の時あれやな、なんか米粉パンっていうもちもちしたパンが好きやったな。うんこパン？米粉パンじゃんお前。うんこパンってお前。いやお前の好きな給食なんか聞いてないし。いやなんか思い出したんやな。確かにあったな給食で。一番俺給食で覚えてるのが俺の時代って牛乳瓶やったんですよ。今の子供って多分ね、牛乳が出てきても紙パックなんですよ多分。はいはい、確かに瓶やね。俺の時代とか俺よりも、年上の方の時代って瓶に牛乳入れられて、その瓶を紙の薄いパックで蓋をして出てくるんですよ。そう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 。それを一生懸命その紙をこう爪で削って、画像出しておいてください。牛乳瓶ね、こうやって開けないといけない。そう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 。それめっちゃ難しくて、もしその開け方ミスったらパーンってなって牛乳がパーンってなるみたいな。これマジですよ。これあったあった。上から牛乳が降ってくるみたいな最悪の状態になるんですよ。だからそういうのが多くて牛乳シャワーって呼ばれてるんですけど、牛乳こぼすやん。拭いてその雑巾を干して次の日におったら死ぬほど臭いっていうね。やばいなあれ。牛乳拭いた雑巾ってなんであんな不快な匂いするんやろな。思い出しただけでも吐き気するぐらい臭いよね。マネージャーみたいな。俺じゃないわお前。っていう感じで、給食作ってくれてる会社とか給食のおばちゃんとかにも感謝ですね。皆さんもちろん家でご飯作ってくれてるお母さんにも感謝ですね。なんか臭いなと思っとったら俺の左足のとこにレウのうんこ落ちてましたね。やめろよお前。絶対そういうことすんなよお前。はい、次のニュースいきます。自転車の歩道走行に反則金導入。最近なんか自転車厳しくなってるよな。めっちゃ厳しいね。要は自転車乗ってる時にさ、みんなもやったことあると思うねんけど、スマホ見ながらこう漕いだりとか、あとは自転車道とか車道じゃなくて人間が歩くところを自転車でピューって通ったりとか。俺も最近は乗らないけど乗ってた時期はもう やたらやってますよね。もうイヤホンつけながら携帯見ながら歩道を走ってみたいな。めっちゃ危ないもんね。信号無視してとか、もう結構ほんまに都会やったら当たり前のようにそういうことが行われてるんですけど、それ今まで警察に見られたところで注意で終わってたんですよ。2人乗りしとっても「おいそこ2人乗りやめなさい」とか危ないからね。おい信号守ってくださいねとか注意で済んでたけど、いよいよ罰金払わなあかんと本格的に取り締まられる世の中になったから、ほんまに気をつけた方がいいっすよね。最近で言うたらフル電動のね、漕がんでもいい自転車とか、あれ違法なやつとかみんな乗ってますけど、見たことある？みんな自転車って漕ぐやん。エンジンついとってビュンってひねるだけですごいスピードで進む自転車とか実はあるんですよ。バイクみたいなやつ、ね、違法なんであんまみんな乗らん方がいいっすよ。それ乗ってたらもうほんまにバイクをノーヘルで乗ってるのと一緒やから、ほんまにもう犯罪者扱いみたいな、捕まりますね。今日厳しいっすよね。だから今の中学生とか2人乗りしとったらほんまに取り
し回られるってこと？俺の時代とかも2人乗りが当たり前みたいな感じだったから。まあ確かに昔とかはそうやね。逆に2人乗りしてなかったら何してるみたいな。女とか後ろ乗っけてさ、バーンやっとったよ、2人乗り。あ、やってたやってた。マネージャーは乗せたことないと。俺もやったことあるわお前。だから皆さんほんまに気をつけてください。大人も子供も。そう、大人の人なんかあれよ、傘差し運転とかもアウトよね。もう傘を手に持ったまま運転するとかね。雨の日とかなんか日焼けしたくないからみたいなとかでな。はいはいはい。だから主婦とかも気をつけないとあかんね。スーパー行く時自転車乗っててちょっと携帯見てるだけで罰金とか、節約するためにスーパー行ってんのにスーパー行く途中でお前違反やからお金払えっておかしいじゃないですか。意味わからんよほんまに。でもやっぱそれルールなんで警察に言われたら逆らえないんでね、気をつけてください皆さん。子供も大人もこれは気をつけましょう。厳しいね。なかなか。次のニュース。大阪・関西万博来場者の8割が高評価。嘘つけ。ほんまかよ。ミャクミャクっていうキャラクターがイメージキャラクターの関西万博あるじゃないですか。行った人の8割が行ってよかったって言ってるらしいけど、これめっちゃなんかすごいアンチされてたイメージやってんけどな。僕もなんか最初の初日か2日目のニュースで見たんですけど、2億円トイレって知ってます？万博のその中にめちゃめちゃ高額なトイレができたんですよね。2億円するトイレ？はい。それがなんか初日か2日目で壊れてしまったと。最悪やん。ニュースになってました。それ2億円するのに壊れたん。まあ万博っていうのは要は大阪でやってる大きなお祭りみたいな感じです。海外の人とかも来てねみたいな感じで大きなお祭りが開かれてるって思ってもらったら大丈夫です。なるほどね。でそこのまあ結構ねその万博ね叩かれてるんですよ。でなんで叩かれてるかっていう理由の一つとして飯が高すぎると。めちゃめちゃ高いらしいね。その辺で食ったら700円とかのご飯が万博の中で食ったら5000円とかするみたいな。普通の家族で行けないレベル。やばない普通。いやそんなとこ行って5000円の飯4人家族で2万円やん。じゃあユニバ行きますと。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとかディズニーランド行かしてくださいみたいななりますやん。だからそれで叩かれてるんですけど、行った人の8割が行ってよかったと。ほんまこれ銃突きつけられながらアンケート答えたんかこいつら。いやほんまにそのレベル。お前いいこと言わな下へうぞみたいな。今の P ですけどね。俺行ったことないから否定はせえへんけど、ここまで言うんやったら行ってみたいよね。まあ行ってみたいよね。あとなんか万博の駐車場もめちゃめちゃ高すぎるっていう問題はあったらしいけどね。はい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 。なんぼやと思います？ 1 日止めて1回そこはあれなんですよ、時間帯とかじゃなくてもう1回止めるだけで支払うみたいな駐車料金なんで。1回止めるだけでまあ4、5千円取られたら高いなって感じ。なんとその5000円取るらしいです。5000円取るん？はい。めっちゃ高いな。なんでもう車を利用していく人がほぼいないと。てかもはやさ、その万博の中でご飯とかそんな5、6千円取るんやったら駐車場代無料にしてあげてもいいと思うよね。どうせ中でそんなお金取るんやったらな。そうよね。とかなんかちょっと安くでやるとか、根こそぎ金取ろうとしますよね。これって海外の人向きに作られたお祭りなんですよ。要は海外の人ってお金持ち多いんで、そういう人からしたらはいはいって払うんやろな。いろんな国の文化を日本で見れるから。確かにそうやろうね。はい、ご飯1万円はいみたいな。でも日本人の普通の家庭の人からしたらふざけんなってなるよね。めちゃめちゃ高いから。まあでもいつか行ってみたいですね。撮影とかしていいんかな。見てみたいな。見てみたいよな。どんな感じなんかみたいな。次いきます。教員が女子生徒にセクハラで処分。最低やなお前。兵庫県の県立高校に勤める20代の男性教諭が女子生徒に対して SNS で不適切なメッセージを送ったとして懲戒処分停職3ヶ月を受けました。保護者の通報で発覚。教育委員会は再発防止を約束しました。なるほどね。要はどういうことかっていうと、先生が女の子の生徒にいやらしいメッセージを送ったと。メッセージを送ること自体意味分からへんけど、その不適切なその世間一般で見て、いやそう送ったらダメでしょみたいなメッセージを送ったと。けしからん先生やな。やばいやつやな。ほんまに気持ち悪い。先生何やってんねんと。教える立場の人間がお前そんなことやったらあかんやろっていうね。学校は勉強する場所やなほんまに。いやほんまにそうよ。そんな親からしたらもう怖いな。怖いよな。いやほんまこんなん言ったらさ、なんかその先生を否定するみたいになってしまうねんけど、もちろん最初に言いますね。先生はいい人もいれば悪い人もいますと。何でもそうやんか。消防士だってそうや。いい消防士もいればゴミみたいな消防士もいるわけじゃないですか。その職種ってよりかは誰がその職業をしてるかが大事なわけですよ。 YouTuber もそうやんか。ゴミみたいな考えの YouTuber もおるし、ちゃんと信念持って一生懸命リスナーのために動画出してる YouTuber もおると。だからほんまに学校の先生ってさ、あいつらの社会勉強できてないんですよ。学校の先生って小学校中学校高校大学っていう学校に行ってそのまんま先生としての仕事に学校に勤めるから、あいつらって商売してないんですよ。自分でお客様に対してこうやって物を売ったらとかあいつら考えれないんですよ。だからその社会経験自体は先生たちって語るのは語るけど、あいつら何もしてないんですよね。
知識が浅かったりとかやっぱするじゃないですか。至らん部分も多いんですよ。先生って教える立場やけど教えられないことの方が多いんですよ実は。そうだから先生イコール正しいじゃないんですよリスナー。わかる？先生が言ってることより俺の方が考えしっかりして正しいことだって多分あるって今までの動画ちゃんと見てくれてる人やったら理解できると思うねんけど、だから先生がミスを犯すことだってありますのであんまり信用しすぎないように。同じ人間ですからね。同じおっさんなんですよ。同じおばさんなんですよ。そこはだから警戒心を持って生徒も先生みんなもね子供たちも先生に対する関わり方距離感とか考えた方がいいし、先生がこう言ったから絶対こうなんだって思わなくてもいいです。気をつけてくださいほんまに。気持ち悪い大人多いね。多いな。どつきましたら俺がその子供に対してそんなけしからん行為をするやつなんかな。ほんまに親をどつきますよこんな。次いきます。また静岡県で教員のセクハラが100件超え報告。お前ふざけんな。お前教員何しとんねんずっと。気色悪い。そんなん聞いたらほんまに不安になるって。静岡県が実施した学校内のアンケートで児童生徒101人が先生から嫌なことをされたと回答。内容はいやらしいこととか警察沙汰になることとかが多かったらしい。要は子どもたちのために説明すると、静岡県の学校で先生から嫌なことを言われたことがある人って言ったらアンケート取ったら100人以上が過去にこんなことをされましたこれ嫌だって言ったらしい。マジでやばいな。キモない？嫌われてるとかの次元じゃないもんな。やばない教員、全員って言ってもいいレベルちゃうこんな。ちょっとあれやねほんま先生いらんことしちゃダメっすよ。今の時代 SNS が特化してるからさらされますよほんまに。で次いきます。すき家でピッチャー直飲み少女2人が書類送検。これいらんことですね完全に。これやってますね。これどういうことかっていうと、すき家っていう美味しい牛丼屋さんあるじゃないですか。そこであるクソガキの16歳の女子高生2人がピッチャーっていうコップに水をこうジャーってやってこう飲むべきじゃないですか。ジャーってついでこう飲むやん。こっちのでかい水が入ってるボトルみたいなやつね。ボトルなんかあんねんやかんみたいな。それをピッチャーって言うんですけど、それをこうやってコップに継がずに、こんまんまこう飲んだと。やばいやろそれも。これアウトですよね。他のお客様が使うようなここに口をつけて飲むんですよ。これ衛生上悪いやん。不潔やんか。嫌よ。気分悪いやん。みんなが使うピッチャーさ1時間前にマネージャーがベロベロしとったら臭いでしょ。いや臭ないやろ。いや気持ち悪いやん。気持ち悪いとはなるよ。要はそういうことなんですよ、ね。他のお客様に迷惑がかかるし、それを SNS で投稿したらしいんですよ。そのクソガキ2人が、これで結構 SNS で拡散されて書類送検されたらしい。そのガキどもが。まあそりゃそうやろ。好きやもんほんまかわいそうやな。だからねそういうの面白がって投稿したらダメですよ。投稿したらダメっていうか、そもそもやったらダメです。他の方に迷惑がかかる。汚いやんどう考えても。いやほんまにいくら16歳で世間知らんからっつって許されないですよ。そういうの面白がって投稿して人生終わった子とかいますから。スシロー事件知ってます？スシローのなんか皿とか醤油をペロペロしていましたね。ペロペロくん。写真モザイクで出てると思うんですけど、飲食店でいらんことしたらとんでもない何十億っていう損害賠償を払わないといけないとかあるんで気をつけてくださいね。そこはね若い子特にね面白がってあげていい内容とあげたらあかん内容ほんまにあるんで、ほんまに若い子は特に気をつけてください。これ最後のニュースですね。 TikToker 旋風電車で爆音スピーカー使用し炎上。これあれですね5月9日にニュースっていうかな、この結構騒がれた TikTok で約8万人のフォロワーがいるインフルエンサー旋風さんが電車内で爆音スピーカーを使用し他の客に迷惑をかけて、それも無視して撮影したと。その様子を SNS に投稿して大炎上。公共マナーの欠如みたいな感じで批判が相次ぎ、電車側も対応を検討していますと。要は電車の中って静かにしないといけないじゃないですか。その静かにしないといけない電車の中でありえへんぐらいでっかいスピーカー持ってそっから爆音で音楽流して、迷惑じゃないですか。みんな電車静かに乗ってんのにこっちから爆音でブワーン音楽来たらさ、他のお客様もうるさこいつってなるやん。くっそ迷惑。くっそ迷惑やん。それをわざとやって SNS に投稿したと。そら炎上しますよ。それ大炎上やろもう。でなんでこんなことをやったかっていうのも、やっぱリスナー気になると思うね。なんでそんな炎上するようなことをやるのって、答え言いますね。迷惑をかけてまで再生数フォロワー数が欲しいんですよ。注目度を取りたいと。注目されたいんですよ。今の時代ってほんまに伸びにくいんですよ。俺がここまでみんなに応援されていろんな新規のファンの方が大
大輝様動画面白いですって言ってくれる。これって当たり前のことじゃなくて、普通の人やったらほんまにファン一人もつかないとかあるんですよ。じゃあ今の時代、この SNS 大戦国時代で動画伸ばしたりとかチャンネル登録者数増やそうってなったら、過激なことをある程度しないといけないんですよ。まあまあ確かにね。その結果、旋風とかいうクソガキは、8万人のなんか底辺インフルエンサーのクソガキは電車の中で人に迷惑かけようっていう、そういう思考に至ったわけですよね。まあアホですよね。アホやね。ここまでしないと再生取れない能力低いゴミクズがいくらあがいたところでファンもつかないし、バズり方も分かってないチンカスみたいなやつはね、 SNS やめたらいいんですよ。ほんで携帯叩き割ったらね、そんなやつな。しょうもない。そうやね。ほんでトラックの後ろに足くくりつけられて運動場顔面ずるむけになるまで引きずる。そこまではせんでいいやろ。いやほんまそのレベルですよ。いやでも確かに人に迷惑かけてまで自分目立ちたいとかって思ってる時点でもう底辺よね。その考えはほんまに良くないと思う。あと爆音のスピーカーを流すだけの迷惑やのに、それを撮影してさ、カメラにはさ、その女の子以外に乗客、電車に乗ってる一般の人もいるわけやんか。それが SNS で拡散されてみ。本当は僕映りたくなかったのに、この人が勝手に撮ってきたから映ってしまった。そういう面でも人に迷惑をかけてるわけですよ。めちゃめちゃ言える。要は盗撮されてそれを勝手に SNS に載せられてると同じですからね。これはちょっと良くないね。バズるんですよ今の時代、そういう迷惑をかけたらね。いろんななんかインフルエンサーが電車の中でそういうのを真似して人に迷惑かけるっていう投稿をやってる人多いです。正直多いですけど、これ俺の知識の範囲内で喋っていいですか。これあんまりにも叩かれたら鉄道警察動きますよ。鉄道警察。警察動きますこれ。だってさ、暴走族と一緒ですからね、やってること。ブーンってバイク乗り回してるやつらってあれ捕まるんですよ。人に迷惑かけてるから一緒ですよ、やってること。だからワンチャン逮捕のレベルまでいくかもしれない。警察が本気出したら結構簡単に捕まるから、人って。まあ迷惑やからな。そう、迷惑やし、二度とやらんといてほしいと思うし、迷惑やし、要は違法行為ですからね、これって。認められてないことを堂々とやって、それ SNS に投稿してる時点で証拠を自分でなんか出してるのと同じですから、なんかほんまに徹底的に取り締まられたらええのになみたいな思ってますね。懲役530年ぐらいいったらいいのに。死んでもうてるやんけお前。それほんでヤマンバみたいになって出てきたよね。もう出てこられへんやろお前。ふーって出てきてもう一回電車の中でスピーカーしたらええね。シグマシグマボーイシグマボーイシグマボーイみたいな。それが流行りなん。こういう音源を電車の中で爆音で流すんですよ。これもともと海外でやってる人がおってん、その迷惑行為を。ああそうなんや。海外で爆音バズったから、その底辺クソガキインフルエンサーは私もいけるんじゃないかっつって日本でやったわけなんですよ。海外と日本でそれそうやったら海外と日本っていうのは文化の違いも世間の捉え方の違いもあるんで、海外やったら許されることでも日本でやったら捕まることって結構あるんですよ。めちゃめちゃあるね。そういうのを分かってない、数字だけ欲しい、しょうもない知識しかないゴミインフルエンサーが人に迷惑をかけるのは違うなって俺思います、なんでこれから有名になりたい人とかほんまに気をつけてくださいね。捕まったらダメですよ。バズっても捕まったら本末転倒ですからっていう感じでした。楽しくみんなで学ぶっていう投稿たまにやってもいいよっていう人はグッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントで感想も教えてください。おもろかったね。いやおもろかったねこれ。俺も勉強になるし、マネージャーの勉強になるし、リスナーも楽しく学べると思うし、やっぱ本物の教育系チャンネルですね。教育系ですね。ということで次回も神回、レウ様の尻尾、レウ様の尻尾。うんちついてますよ。お前歯と歯の間にうんち詰まってる。詰まってへんわお前。